この動画では字幕を表示してご視聴ください。九州旅客鉄道、それは日本の九州地方を中心として旅客鉄道等を運営する日本の鉄道会社である。通称は JR 九州。コーポレートカラーは赤。鉄道路線の総営業距離は 2186.2km。駅数は550駅。この広大な鉄道路線網に対し、ある一人の鉄道ファンがある一つの疑問を解決すべく検証を行う。同社が発売する企画乗車券ぐるっと九州切符1枚で JR 九州は全線走破できるのかという疑問を。朝ごはんはかき揚げうどんにサラダ。おはようございます。時刻は5時40分。まだ未明の段階ですが、電車は出発しようとしています。戻ってきました。枕崎駅です。ここから JR 九州全線走破旅1日目が開始します。さあ、人も全然いらっしゃいませんが、静かな枕崎駅、ディーゼルの音だけがうるさく鳴り響いております。早速乗り込んでいきましょう。よろしくお願いします。日本最南端の始発終着駅、枕崎駅、東端部、日本の東端部になります。いますね、電車がきっちりと行き止まりだということが示されていて、こちらですね。さあ、まず最初に乗り込みますのは指宿枕崎線です。枕崎6時4分発普通電車の鹿児島中央行きに乗っていきます。さあ、乗り込んでいくぞ。運賃表示器に運賃箱、ワンマン列車ならではの設備です。さあ、楽しい楽しい、いえ、めちゃくちゃ過酷な JR 九州旅の開始です。枕崎を出てすぐの車内、2両編成ですが、客室には自分以外誰もいません。めちゃくちゃ寂しいので、ここで全線走破チャレンジのルールの説明をして時間を潰しましょう。さて、今回のチャレンジでは JR 九州が2021年から2022年の年末年始に運営している25の路線、合計 2186.2km を全区間3日で走破できるのかということを検証していきます。今回のチャレンジのルールは次に説明する5つです。ルール1、挑戦日、スタート、ゴールの設定は自由とします。すなわち、チャレンジに際して出発時近くで全泊および到着予定地近くで後泊はありとし、自宅からスタート地点に行くまで、そしてゴールしてから自宅に帰るまでの前日分後日分は日数には含みません。今回の全線走破旅のスタートは鹿児島県の枕崎です。枕崎には当然前日インしています。ちなみに前日インするまでの動画についてはすでにアップしていますので、動画の概要欄からぜひご覧ください。ルール2、途中で JR 九州以外の移動方法を用いても良いものとします。鉄道で言えば地下鉄など他車線の使用は可能ということです。さらに鉄道以外の移動方法も使用可能とします。タクシー、バスなどはもちろん使用可能です。
ルール3、有料列車の乗車は可とします。今回も当たり前のように特急に乗っていきます。どの特急列車に乗車するのか楽しみにしていただければと思います。ルール4、旅客営業していない路線は達成区間には含みません。今回は制覇対象に加えない路線が3パターン存在します。まずは貨物線です。貨物線で旅客営業列車が運行されていない路線は乗車することができないので対象には加えません。例えば鹿児島本線の千早駅から分岐する博多臨港線などがこれに該当します。2つ目は肥薩線の八代から吉松の間です。肥薩線は2020年7月の豪雨によって八代から吉松の間が不通となっています。この区間は今回チャレンジ旅を実施する2021年から2022年の年末年始時点では並行する国道219号線も不通となっており、それゆえ代行輸送も一部区間でしか行われていません。加えて今回 JR 九州全線走破をする上で使用するぐるっと九州切符で代行輸送には乗車できないと JR 九州より回答をいただいていますので、今回は制覇対象に加えないこととします。最後はビートルです。博多港と釜山港をつなぐビートルも制覇対象には加えません。理由は新型コロナウイルスの影響で運休となっていたからということで、こちらには乗車しません。以上、制覇対象外の3パターンの紹介でした。最後にルール5、全線走破における各区間の達成条件はある駅構内から別の駅構内に移動することとします。言い換えると A 駅から B 駅の間を走破する際、 A 駅の構内から B 駅の構内まで移動した時にその区間を走破したことにするということです。たとえ A 駅または B 駅が通過線などを保有していて列車がホームと接していない線路を通ったとしても、列車がその駅構内を通っていれば列車がその駅を通ったとみなします。日本の鉄道が複雑回帰なために設けたルールですが、今回の JR 九州の全線走破旅でこのルールが目立つ場面はありません。したがってこれ以上の解説は割愛します。というわけで以上長くなりましたが、全線走破チャレンジのルール説明でした。次に今回使用する切符について。今回使用する切符はぐるっと九州切符です。 JR 九州全線の普通および快速列車の普通車自由席に3日間乗り放題になり、また別に特急券を買えば九州新幹線や特急列車にも乗車可能な切符です。価格は JR 九州インターネット列車予約であれば大人が14,300円、子供が7,150円となります。窓口で買うより安いので、この切符を使用する際は必ずインターネット予約で購入しましょう。なお今回の旅は2021年度に実施していますが、2022年度も通年で発売しています。大型連休にも購入ができますので、大型連休に JR 九州を鉄道で旅をする場合には非常におすすめな切符です。本当は JR 線を走破する上ではジャパンレールパスを使いたいのですが、日本人の私には使えないので泣く泣く諦めます。ジャパンレールパスであれば3日と言わずもっと長い期間フリーで利用可能になります。さて、長々と前置きを垂れ流しました。検証の旅の続きをしていきましょう。この動画シリーズで旅を疑似体験していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。さあ、列車は長い旅のルール説明をしている間に最初の列車行き違い可能駅
西永に到着しました。枕崎から山川の間で唯一列車の行き違いができる駅です。西永に到着して空が明るくなってきました。西永で反対方向からの列車と行き違い、進路が開通したら発車です。空もだいぶ明るくなってきました。こちらは開門岳。昨日はあいにくの曇りでしたが、今日は晴れ、とても美しく見えます。開門岳を見送ってしばらくすると JR 日本最南端の駅西大山に到着。昨日の枕崎行きでは停車時間が2分と長めにとっていましたが、この電車は短め、すぐに発車します。さらば西大山、車内からだけだったがいい景色だったぞ。列車は海がとても綺麗な山川に到着。ここから列車の本数が増えます。山川から一駅、路線名の由来ともなっている指宿に到着です。枕崎を出発してから1時間20分経過しましたが、ここでようやく路線の中間地点です。指宿枕崎線の攻略はまだまだ続きます。指宿を出た後も進行方向右側に美しい朝の海が見えます。太陽が昇ってきました。美しい海と太陽のセット、絶景です。さあ列車は特急指宿の玉手箱も停車する喜入に到着。カメラには映しませんが、車内にはだいぶ人が増えてきました。またしても海、遠くには桜島があるのですが、曇っていて稜線ははっきりとは見えません。残念。電車は2016年に高架化された次元寺に到着。近代的でとても綺麗。もう間もなく終点の鹿児島中央です。鹿児島車両センターです。今日もたくさんの列車が止まっています。終点鹿児島中央に到着。2時間49分のめちゃくちゃ長い行程でしたが、これでようやく一つ目の路線指宿枕崎線を制覇です。枕崎出発時は私一人だけだった車内も、鹿児島中央到着時にはかなりの混雑になっていました。さあ階段を上って次の路線に乗り換えましょう。乗り換え時間は9分。歩きで十分な余裕自分がありますが、油断しないように。鹿児島中央までは超ローカル線の指宿枕崎線に乗ってきましたが、エスカレーターを上がりまして、ここから一気に最先端高規格路線九州新幹線に乗車します。撮影のため先頭までやってきました。乗車するのはさくら546号新大阪行きです。今回はせっかくの旅ということで、奮発して最上位シートグリーン車の座席を購入。グリーン車の座席はこのように重厚感と高級感があります。さあ列車は鹿児島中央を渓谷で発車。旅の速度が一気に跳ね上がります。
さて、新幹線のグリーン車の先頭座席の設備をちょこっと紹介。先頭の座席にはこのように大きめのテーブルが用意されています。左手付近には背中を傾けるスイッチと足を上げるフットレストのスイッチが2つあります。また足を置くオットマンももちろんあり、左手後ろに読書灯がついています。読書灯のスイッチは右手付近にあります。さあ、座席の紹介をしているうちに仙台に到着。東北にある仙台とは漢字が違いますよ。切符を発券してもらうときには注意しましょう。さあ、グリーン車の車内で完食。今回はベースクッキーのさつまいも味、さつまだけにね。そしてチョコレート味のベースブレッドです。さつまいも味のベースクッキーは新発売です。その新発売のクッキー、実物はこんな感じ。食べてみるとヤミー。そして完食をしている間に泉に到着。さっきの仙台とあまり変わり映えしない気がしますが、外見は特徴があると信じてます。ベースフードを食べ終わりました。美味しかったです。さあ、次は新水俣。ここの上り線側には大師線があります。新幹線の車内で運行情報の確認。輸送障害が起こると全線回れなくなってしまうので、逐一確認が必要です。新八代に到着。ここは B&S 宮崎のバスが乗り入れる駅で、この駅を介して福岡と宮崎を早く移動することが可能です。そんな新八代ももちろん下車せずスルー。次の停車駅は熊本です。列車は間もなく熊本に到着します。このさくら546号はここで下車。56分の短い時間でしたが、グリーン車を楽しむことができました。さあ、ここ熊本で次の列車へ。乗り換え時間はわずか4分。初めて来る駅なので他人の迷惑にならないようにしつつも、急いで次の列車を目指すべく在来線ホームへと向かいます。切符を改札に入れて通過。在来線ホーム5番線に列車はいました。こちらが次に乗車する列車です。さあ、次に乗車する列車はこちら。鹿児島本線から三角線に直通する10時2分発の普通三角行きです。さあ、熊本を発車。高架でしかも電化している区間を気動車で行きます。気動車のエンジン音が軽快に鳴り響きます。そして左手には貨物基地、右手には熊本車両センターがあります。車両基地にはたくさん列車が止まっていますね。そして車両基地を過ぎると警笛を鳴らして川を渡ります。
駅の放送案内にご注意ください。運賃または乗車券は駅係員にお渡しいただくか、駅の運賃箱にお入れください。開くドアにご注意ください。さあ、あっという間に鹿児島本線と三隅線の分岐駅宇土に到着です。さあ、宇土に到着して扉が閉まりました。ここから三隅線へ入っていきます。次は緑川です。緑川では後ろの車両のドアは開きませんので、お降りのお客様は前の車両にお移りください。直進側が鹿児島本線、分岐側が三隅線です。ポイントをいくつか渡って頭上に架線がなくなったら、いよいよ三隅線突入です。三隅線は単線、途中の駅で行き違いがあります。 ATS のベルが鳴っていますね。三隅線を走行してしばらくすると、このように美しい有明海が見えます。白い雲、青い空、そして干潟、絶景すぎます。海は進行方向右側だけでなく左側でも見ることができます。終点の三隅駅手前で見ることが可能です。列車は間もなく終点の三隅に到着予定です。終点三隅に到着です。三隅線は文字通りここで行き止まり。これで三隅線制覇です。終点三隅に足音を踏み鳴らして下車。旅情あふれる駅舎がお出迎えです。終点三隅で一旦改札の外へ。三隅駅遠くから見るとこんな感じですね。最近建て替えたんでしょうか。めちゃくちゃ綺麗な駅舎ですね。そして、三隅駅といえば乗り換えの、港があるということなんですが、ちょっと港フェリーには全然乗らないんで、どこにあるかなっていうのは僕は事前に把握はしてないんですけど、こっちにですね、もう、海になります。いやー、ちょっとね晴れてるんだけど若干なんか雨粒が落ちてきますね。でもこれだけ晴れてりゃ景色もいい感じですね。潮の香りは全くしませんが、いやー綺麗なところだ。すごいな。これが海ですね。多分湾になってんのかな。次の電車がですね、この旅の、一つ目玉になる列車にはなるんですが、その電車に乗って次の乗り換えがですね、非常にタイトであるということで、ここら辺が勝負ですね。1日目のここを乗り越えられるかどうかってところが、非常に重要なところというか、肝になってくるかなと思います。乗る列車も目玉だし、動画としても山を迎えますし、いやーちょっと若干緊張してるんだよね。楽しむことはすごく大事なんだけれども、それ以上にね、ちゃんとチャレンジ旅がね、うまくつないでいけるかどうかってところがね、すごい心配なわけですよ。さあ、もうすぐ三隅駅に到着するかと思います。その列車こそが、この三隅線の看板列車みたいなもんです。皆さん大体想像はつくでしょう。乗っていきます。よし行くぞ。さあ次に乗る列車がやってきました。
明らかに他の列車とは風貌が異なります。先頭を撮影していきましょう。次に乗る列車は観光特急です。三隅11時19分発特急 A 列車で行こう2号熊本行きです。この列車で今見えている方向宇土方面へ向かいます。さあ A 列車で行こう乗っていきたいと思います。乗車見てください、この車内。明らかに他の列車と車内の雰囲気が違います。車内にはいろんな小物が置かれ装飾がなされています。何やら縦看板のようなものが置いてあります。隣の車両に移ってみましょう。車内には景色を楽しめるラウンジ的なものもあります。そしてこちらが座席です。座席は雰囲気を壊さない程度のものとなっています。さあ記念スタンプを押しましょう。左手にカメラ、右手にスタンプ、そして揺れる車内。めちゃくちゃ押しづらいです。そして忘れずもう一つ押しましょう。さあ座席に戻ってきて、さらにいろいろ買ってきました。まずはスタンプ3種、そしてつまみの鶏肉とキーホルダー。海、往路でも見ましたがめちゃくちゃ綺麗。さあ車内で買った鶏肉のつまみを食べましょう。いただきます。美味しいです。さすが鶏肉ですね。いや、噛めば噛むほど溢れるというだけありますね。めちゃくちゃ美味しいです。お酒とかと一緒に合わせたらすごくね、いい感じに楽しめるんでしょうけど、チャレンジ旅なんで、酒まではちょっと頼められなかったですね。さあ軽食を食べている間も列車は順調に進行中。往路で見た景色を逆再生します。海から離れると間もなく宇土に到着です。さあ軽快なクラシック音楽が流れていますが、内心は心臓バクバク。次の乗り換えを宇土で行うのですが、その乗り換え時間はわずか1分。11時45分に到着して11時46分に発車します。宇土駅はホームが1面しかないので対面で乗り換えすることになります。とはいえあまりに乗り換え時間が短い。一応事前に JR 九州に乗り換えできるか問い合わせをしましたが、答えは乗り換えができるかわからないとのこと。いや、わからんってどういうことやねん。しっかりせえや。さあ運命の宇土駅乗り換えです。列車は鹿児島本線の線路に合流して宇土駅のホームに滑り込みます。
列車の扉開きました。素早く反対の乗り場へ。八代方面の列車いました。あの黒い列車がそうです。まだ列車が駅に到着していませんでした。宇土での乗り継ぎ成功です。繰り返しにはなりますが、宇土11時46分発、区間快速の八代行きです。車内に入ります。扉が閉まり、車内から A 列車で行こうをお見送り。一区間だけの短い間でしたが、お世話になりました。さて、区間快速に乗って次は鹿児島本線を宇土からさらに南へ下ります。クロスシートで快適な旅ができています。手前に田畑、少し遠くに住宅、さらに遠くには山が見えます。大変日本らしい景色です。乗車して数分、あっという間に新八代です。進行方向右手に線路と河川が分岐していきました。こちらはかつて使用されていた在来線特急と新八代以南で部分開業していた新幹線と対面で乗り換えできるように建設された連絡線です。さあ、新八代に到着。先ほども申し上げました通り、新幹線とも乗り換え可能な駅ですが、降りません。まだ一駅南、八代までが今回の制覇対象だからです。さあ、終点八代です。ここで鹿児島本線は一旦途切れます。ここから先、仙台までは第3セクター、肥薩オレンジ鉄道になります。とりあえず鹿児島本線は熊本から八代まで制覇しました。はい、八代駅に到着しました。ここが鹿児島本線の門司港か八代間の一番南側の駅ですね。肥薩線0起点と書いてありますけれども、肥薩線は現在豪雨災害の影響で通り抜けができないと、使うことができないという状態です。JR 九州の、回答によると、ぐるっと九州切符ではこの肥薩線には乗れないということで、制覇対象外というふうにさせていただいております。で、時間がねありますので、ここで一旦八代で出てお昼ご飯の支度でもしようかなと。あとはね、切符をね受け取らないといけないんで、一旦改札を出たいと思います。というわけでコンビニでお弁当を買って戻ってきました。次に乗車するのは同じ列車で折り返し、八代12時35分発、普通鳥栖行きです。さらば八代、わずか26分の滞在でした。さあ、一駅北へ戻ってきました。下車するのはもちろん新八代です。お世話になった車両ともここでお別れ。ありがとう。さあ、乗り換え時間が短いので急いで新幹線ホームに向かいましょう。新幹線のホームはそこそこ遠い。跨線橋を渡ったら階段を降ります。新幹線改札口に到達。
切符を投入して新幹線改札内へ。エスカレーターを登ると、次に乗る列車の到着案内をしていました。11番乗り場12時45分発桜402号博多駅が参ります。安全柵の内側でお待ちください。この列車のグリーン車は6号車、指定席は4号車から8号車、自由席は1号車から3号車です。この列車は熊本、久留米、新鳥栖に停まります。この列車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は3号車、7号車の喫煙ルームをご利用ください。お待たせいたしました。11番乗り場に到着の列車は12時45分発桜402号さあ列車がやってきました。新八代から再び新幹線に乗車します。通過線のない駅なのでホームドアが列車より少し離れて設置されています。そのホームドアが開いて新幹線に乗り込みまして、指定席車両に乗車。さあ新幹線の車内で昼食です。八代で購入したのはサラダ麺とおにぎりです。外の景色を楽しみながら食べましょう。まもなく熊本です。鹿児島線、豊肥線、天草三角線がお乗り換えです。熊本を出ますと次は久留米に停まります。さあ列車は熊本に到着。今日2本目に乗車したさくら546号ではここ熊本で下車しましたが、今回のさくら402号では下車しません。まだまだ北へと進んでいきます。さくら402号熊本を発車。ここからがさくら402号での攻略区間です。熊本を出てようやく昼食を食べ終わりました。美味しかった。エネルギーチャージ完了です。新幹線で流れゆく景色、駅を一瞬で通過。これが新幹線の醍醐味。まもなく久留米です。降り口は左側です。鹿児島線、九段線がお乗り換えです。電車とホームとの間が少々空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。小さなお子様を連れのお客様は手をつなぎでお降りください。久留米を出ますと次は新鳥栖に停まります。さあ久留米に到着。博多へは行かずここで下車。ここより北博多までは行きません。乗り換えに時間があるので列車のお見送りをしていきましょう。ここ久留米も通過線がないため新幹線とホームドアが離れています。さらばさくら402号終点博多まで無事に行ってらっしゃい。さあエスカレーターを降りて在来線へと乗り換えます。ここが久留米駅。2011年完成なのでもちろん駅構内はとても綺麗です。在来線への乗り換え改札は自動改札機2機のみ。小規模。まあこのくらいで十分なんでしょう。改札を通過。切符回収。次に乗車する列車の案内がされています。ここ久留米からは
在来線では3方向ありますが、どの列車に乗るでしょうか。エスカレーターで降りたのは123番線ホームです。1つのホームで3つの発着線があるのですが、2番線は九大本線の列車が発着する切り欠き構造になっています。八代側からやってくる列車を記念撮影。ここに来る列車の一部は九州の中心地博多まで直通します。さあ、次に乗る列車がやってきました。次に乗る列車はまたしても鹿児島本線、久留米13時28分発、普通八代行きです。新幹線の高架下を走っています。新幹線の理想的な線形のため、そして周辺の用地買収をできるだけ避けるためにこのような2層構造になっているかと思いますが、いざ真下を走ってみると面白い光景です。さあ、ここで九大本線と分岐。九大本線は制覇対象の路線ですが、まだお預けです。さて、列車は筑後船小屋に到着。新幹線も一部停車する駅です。前面展望からは新幹線の駅舎が見えませんが、一応左手のところにあります。列車は筑後船小屋を発車。こちらは乗車した列車に乗っている運賃表示器、7セグの表示器ですね。多分旧式、使用されていません。さあ、列車はひたすら直線を走行します。しばらくすると進行方向右側、鹿児島本線の他にまた別の線路が現れました。こちらは西鉄大牟田線という私鉄路線です。福岡県の中心天神から南下してまもなく到着する大牟田までを結ぶ路線です。鹿児島本線とほぼ並行しているので、両路線は競合関係にあります。とはいえ、九州新幹線が開業した現在は鹿児島本線側はほぼ各駅停車の列車しか走行していません。大牟田市中心部へのアクセスは西鉄の方が有利な状態となっています。列車は大牟田市の中心駅大牟田に到着。ここで乗務員を交代。私はまだまだこの列車に乗車して南下します。青空の下、鹿児島本線をひたすら下ります。さあ、列車は玉名市の玉名駅に到着。九州新幹線が開業する前、在来線特急が停車していた鹿児島本線の主要駅です。今乗っている列車の車内の様子、2両編成で適切な程度の乗客がいます。鹿児島本線の久留米から熊本の間は、先ほども話した通り、かつて在来線特急が高速で運転されていた区間です。そのため線形が良く、また在来線特急が撤退した後も線路の整備が良好なため、普通列車でもかなりのスピードを出します。列車は時速90キロで走行中です。さあ、列車は真っ白な高架橋を潜ろうとしています。この高架橋はさっきまで乗ってきた九州新幹線です。熊本市街地に入り、高架橋区間に入りました。進行方向右手にある高架橋は九州新幹線です。このまま並行して熊本に向かいます。
列車は上熊本に到着。ここからは見えませんが、熊本市電と乗り換えが可能な駅です。ご乗車ありがとうございます。まもなく熊本です。新幹線、大見本線、永年寺、武蔵塚方面のお客様はお乗り換えです。駅の放送案内にご注意ください。お降りのお客様はお近くのドアからお降りください。運賃または乗車券は駅係員にお渡しください。開くドアにご注意ください。さあ、目的地の熊本に間もなく到着です。熊本より南、八代まではすでに乗車済みなので、当然ここで下車します。熊本に無事到着しました。これで鹿児島本線は久留米から八代まで攻略しました。3番乗り場から普通列車八代行きが発車します。ドアにご注意ください。時間があるので列車のお見送りもしたいと思います。久留米からここまで運んでくれた815系電車に感謝の気持ちを込めてありがとう。さあ、熊本に到着しましたが、熊本から伸びる路線はすでに九州新幹線と鹿児島本線を両方向ともクリアしています。ということは残る路線はあと一つだけとなるのですが、次は当然その路線に乗ります。階段を下り、そして上り、別のホームへ移動します。電光掲示板にはすでに乗り込む列車の案内が表示されていました。5番乗り場からの発車のようです。5番乗り場は4番乗り場と6番乗り場の間にある切り欠きのホームです。列車から鳴る音が大きくなってきました。列車はすでに5番乗り場に停車しています。真っ赤な車体がその存在感をはっきりとアピールしています。さあ、こちらの列車が今日1日目のメインディッシュの一つとなります。この列車で豊肥本線を一気に攻略します。乗り込む列車は熊本15時5分発の九州横断特急3号豊肥本線経由の別府行きです。前年の撮影が完了したら早速九州横断特急に乗りましょう。車内はこんな感じ。今回は一番前の座席を確保しました。先頭座席なので机はこじんまりとしています。しかし座りながら前面を楽しむことが可能。前面展望好きの私には最高の座席です。さあ、発車時刻となり扉が閉まりました。いよいよ豊肥本線の攻略開始です。さて、九州横断特急で豊肥本線の攻略を開始しましたが、熊本を発車した段階ですでに15時を回っていますので、ここでおやつのパンを食べたいと思います。ここでもベースフードのパン、メープル味。実食ドン、ごちそうさまでした。豊肥本線は単線の路線です。加えて枕木は木製となっています。九州新幹線や鹿児島本線と比べると
かなりローカル然とした雰囲気の路線ですね。なおこの路線は電化されており、真上に架線がありますが、この列車は非動車での運転となっています。さあ肥後大津に到着しました。ここで豊肥温泉の電化区間は終了です。熊本からここまでは架線から電気を取り込んで走行する電車が主に運転されていますが、ここから先は気動車のみが運行されます。運行系統的にもここでほとんどの列車が双方向に折り返していきます。そして肥後大津を発車。ここまで列車の真上にまとわりついていた架線がなくなり、空が見やすくなりました。肥後大津を発車すると住宅の数は一気に減少します。緑だけでなく赤や黄色の混じった色の統一感のない雑多な光景。これぞまさしく温帯気候の日本の自然の風景です。さあ列車は瀬田を通過します。駅の前後には分岐器が設置されているので、そこを列車は低速で通過します。制限速度は驚愕の時速25キロ。特急列車とは思えない超低速走行です。肥後大津からは列車の本数が少なく、保線にそこまで多額の費用はかけられません。線路の状態があまり良くないので車両がよく揺れます。側面からの景色を見てみましょう。ご覧のように列車は高台を走行しており、平野部を見下ろす形になっています。住宅の少ない自然いっぱいの景色ですが、とはいえ手前に高規格の国道がしっかりあるのが日本らしい光景といったところでしょうか。まもなく立野です。お出口は左側です。開くドアにご注意ください。立野を出ますと次は赤水に止まります。さあ列車は立野に到着します。ここ立野は豊肥本線の中でも特徴的な駅です。その特徴はもう目の前に見えているのですが、わかるでしょうか。そう、目の前の線路がここで途切れてしまっています。運転士さんも前に進めないのでいなくなってしまいました。そして運転士がいないまま扉が閉まりました。おーい、どこに行くんだ。そして列車は分岐器を通過して左側の線路に移りました。右側の線路は先ほど我々がやってきた肥後大津熊本方面の線路です。列車は急な坂道をぐんぐん登っていきます。映像ではその勾配のきつさが伝わりにくいですが、かなりの上り坂を登っていることは間違いありません。しばらくすると左側からまた線路が現れました。そして合流。線路が合流してすぐに列車は何もないところで停車しました。運転士さんが戻ってきました。立野からここまで反対側の運転台にいたんですね。列車は警笛を鳴らして発車。さっき合流してきた左側の線路に入って赤水大分方面を目指します。お待たせいたしました。次の停車駅は赤水です。お客様に11バスのご案内をいたします。先ほど停車した立野駅と次の赤水駅の間は約100キロしか離れていませんが、高低差が約190メートルあり、一気に登ることができません。そのため列車は進行方向を変えながら11バス運転を行っています。11バスのご案内でした。列車は放送案内にもあった通り、赤水駅に向けて勾配をぐんぐん上げていきます。川の水が山を削り渓谷を形成することで立体的で雄大な地形になっているのがよくわかります。赤水を越えて宮地に到着しました。
ここが熊本県内では最後の特急停車駅です。宮地を発車しました。次は大分県の豊後小木です。宮地を出るとご覧の通りまっすぐとは進まず、ぐねぐねと迂回する線形となっているのがわかります。これはこれから山を越えるために勾配を登る必要があるので、その距離を稼ぐためですね。列車は住宅が全くない森の中を進んでいきます。そして列車は長さ2886メートルの長いトンネルの中に入りました。このトンネル付近が豊肥本線の最高地点です。分水嶺を越え、列車はここから下る予定です。長いトンネルも編集を使えばあっという間に突破。まだ熊本県ですが、豊後小木に着く時にはすでに大分県です。豊後小木に到着しました。ついに熊本県を脱出し、大分県に突入です。引き続き豊肥本線を走行しますが、この豊後小木到着をもって熊本県内のすべての路線をコンプリートしました。そして反対側から特徴的な顔をした列車がやってきました。こちらは九州横断特急に並ぶ豊肥本線の看板特急阿蘇ボーイです。対向の阿蘇ボーイは私が今乗っているただ移動する列車ではなく、乗って楽しむ列車となっています。個人的にすごく興味があるので、いつか乗りたい。さあ、列車は豊後小木から一区間進んで豊後武田に到着しました。ここから大分方面への列車の本数が増えます。豊後武田を越えると時刻は17時。夕方になり、もう間もなく日が沈みます。そして尾形を越えると日は完全に山の向こうへと沈んでいきました。列車は三重町に到着。一部の普通列車はここで折り返します。三重町を過ぎると列車は大野川のすぐそばを走るようになります。川に沿って大分の平地へと下っていきます。大分県側の豊肥本線は少しでも高速化を果たすため、分岐器が制限速度の緩い大きなものが採用されています。列車は大きく減速することなく犬飼を通過します。日が完全に沈んで夜になろうとしていますが、景色は非常にいいですね。辺りがどんどん暗くなってきます。ここで最後の途中駅中半田に到着です。さて、ようやく大分に到着です。完全に夜になりましたが、大分に近づくと街の明かりが一段と多くなり、また多くの建物が立ち並んでいます。別府の手前、大分で九州横断特急の乗車は終わりです。熊本から2時間52分、ついに大分に到着しました。いやはや長かった。これで豊肥本線攻略完了です。お世話になった車両を記念撮影ありがとうございました。さあ、この度初の大分での乗り換えは時間があるので、切符の受け取り、夕食の確保をして、時間があったら駅構内を散策しましょう。駅の発車案内にはたくさんの列車が案内されています。乗る予定の列車の案内もすでに掲示されていますが、どれに乗るかわかるかな？改札の外に出てきました。さすが大分、人がめちゃくちゃ多いです。南口から駅の外に出てみましょう。
JR 大分シティ進数2015と書いてありますね。なんでしょう、2015というのは。事前勉強ちゃんとやってなかったので、何が2015なのかよく分かりません。高架化したのが2015年かな。駅前はこんな感じ。さすが大分の県都中心駅ということもあって、人もいっぱい、車もいっぱい、そして駅前めちゃくちゃ綺麗ということですね。駅の中にはこんな展示物もあります。ブンブン号。せっかくの乗り物ですが立ち入り禁止です。北口の方も見てみましょう。はい、反対側、船井中央口北口の方に来ました。こっちは木にイルミネーションが施されてますね。相変わらず夜なんでよくわからないんですが、めちゃめちゃ綺麗だということは分かります。 JR 大分シティ、そして東宝シネマーズ、映画館があるんですね。カラオケもありますね。お昼に来たかったな。日が出てる時に来れればってまだチャンスはあるんですけど、来れたらいいですね。さあ、もうちょっと風が強いし、そろそろ電車が来そうなんで大分駅に戻りたいと思います。よし、次の電車に乗りに行こう。さあ、駅のホームに戻ってきました。奥のホームには JR 九州のフラッグシップトレイン885系が停車していますが、あれには乗車しません。次に乗る列車はすでに大分駅に到着しています。さあ、次に攻略するのは九大本線。乗り込んでいきましょう。乗車、乗る。車内は九州横断特急と同じ木目調の車内です。それもそのはず、この特急由布6号に使用されている列車は九州横断特急と同じキハ185系です。車掌室の扉にはこのように九州横断特急のロゴがあります。この列車は特急由布なんですけどね。まあこの列車も九州を横断するんだけど。列車の扉が閉まりました。そして発車。九大本線の攻略開始です。お待たせいたしました。今日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は九大本線経由博多駅の特急由布6号です。これから先止まります停車駅と到着時刻をご案内いたします。次は向かいの春に止まります。向かいの春には18時50分、途中の湯の平には19時9分、湯布院19時22分、豊後中村19時41分、豊後森19時51分、天瀬20時4分、北20時18分、筑後吉井20時38分、久留米21時ちょうど、鳥栖21時7分、二日市21時21分、終点の博多には21時33分に到着いたします。次は向かいの春に止まります。大分を離れるとだんだんと街の光は少なくなってきます。向かいの春に着く頃には辺りは真っ暗になっているでしょう。さて、すでに18時を過ぎているので特急由布の車内で夕ご飯を食べましょう。今回の夕食は大分の改札街にあるコンビニファミリーマートで購入しました。アサリのスパゲッティとサラダチキンのサラダです。ドレッシングは焙煎ごまを選択。それではいただきます。ドン。はい、ごちそうさまでした。ちょっと豪華な食事でしたが、これぐらい食べてしっかりエネルギーを補給しておかなければいけません。さて、大分を出てしばらく経ちますが、人は全然乗っていません。自由席だと混雑しているのでしょうか。
列車はしばらくすると九大本線内の中心駅に位置づけられる湯布院に到着しました。ここ湯布院は温泉地として大変有名であり、また大分市街地へのベッドタウンでもあります。湯布院ほどの主要駅ともなれば、列車は多数停車しています。お待たせいたしました。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。対向の列車が来たので、久留米方面に向けて再び走り始めます。さて、湯布院を発車して多少利用者が乗ってきましたが、乗車率はそれほど上がらずガラガラのままです。さあ、湯布院を越えるとさらに山の中、どこにいるのか全然わからなくなります。こうなると不安だけが募っていきます。スマホはバッテリー残量のことを考えると頻繁には使えませんし、とにかく忍耐です。特急湯布はいくつか駅を停車していきますが、それでも乗車率はそれほど変わらず、もしかしてこのまま博多まで行くんでしょうか。ご乗車ありがとうございます。まもなく天ヶ瀬に着きます。列車は天ヶ瀬に到着。当然ここでは降りませんよ。そして次の停車駅、日田に到着しました。ここが最後の大分県停車駅ですが、この駅にはある特徴があります。ご覧ください。こちらの大きな縦看板、大人気漫画「進撃の巨人」のワンシーンです。そう、ここ日田は進撃の巨人の作者諫山はじめ先生の出身地で、町と進撃の巨人がコラボしているのです。こちらはリヴァイ兵長ですね。かっこいい。さあ、列車は日田を発車。しばらくすると福岡県に入ります。日田でいくらか人が乗ってくるかと思いましたが、全然乗ってきませんでした。もうこれ以上大きく利用者が増えることはないでしょまもなく久留米に着きます。降り口は左側です。4番乗り場に着きます。久留米でお降りのお客様は、車内にお忘れ物をなさいませんよう、ご利用になられましたお座席の周りや荷物棚、お手回り品をもう一度よくお確かめください。久留米駅でのお乗り換えのご案内です。鹿児島本線下り荒木大牟田方面普通列車の荒尾行きは21時6分、ホーム変わりまして1番乗り場。鹿児島本線上り肥前旭方面普通列車の博多駅は21時18分。来ました同じホームの4番乗り場でお待ちください。九州新幹線熊本方面桜569号鹿児島中央行きは21時15分、新幹線12番乗り場。九州新幹線上り津田目334号博多行きは21時9分、新幹線11番乗り場。山陽新幹線直通の桜408号広島行きは21時31分、新幹線11番乗り場でお待ちください。九州新幹線へお乗り換えのお客様は、着きましたホームの階段やエスカレーターなどを上がりまして、一つ上の階の新幹線乗り換え改札口へおいでください。なお、このより先、久留米駅到着直前に列車が左右に大きく揺れることがあります。お立ちのお客様はお足元にお気をつけください。その他の皆様もお手回り品にお気をつけください。今日も JR 九州の特急湯布6号をご利用くださいましてありがとうございます。久留米を出ますと、次は鳥栖に停まります。開くドアと足元にご注意ください。まもなく久留米に着きます。さあ、列車は鹿児島本線の線路へと転線していきます。そして久留米に到着。大分から2時間24分、ようやく九大本線を走破しました。
そして列車は久留米を発車。特急由布は久留米が終点ではありません。ここからは鹿児島本線に入ります。鳥栖を出ますと次は二日市に停まります。開くドアと足元にご注意ください。まもなく鳥栖に到着いたします。さあ、ものの数分で鳥栖に到着。ホーム反対側には普通列車が停車しています。さあ、鳥栖で特急由布を下車しました。特急由布の乗車はここ鳥栖で終了です。お世話になった列車をお見送り、終点博多までどうかご無事に。いってらっしゃい。さあ、特急由布行ってしまいました。ここ鳥栖からは長崎本線が分岐していますが、次に乗る列車はこちら。引き続き鹿児島本線鳥栖21時11分発の普通門司港行きです。列車は鳥栖を定刻で発車。分岐器を通過するのでのそのそとゆっくり発車します。さあ、列車は途中の弥生ヶ丘に到着。ここで特急緑の追い越し待ち。はやーい。さすが特急列車。さあ、列車を下車。降り立ったのは、そう、春田です。列車は早々に扉を閉めて発車。足早に博多方面へと発車していきます。さあ、春田で降りた目的はこちらの0番乗り場の列車に乗るためです。階段を上り、跨線橋を渡って0番乗り場へ向かいましょう。こちらが春田の0番乗り場です。柱に春田線と書いてありますね。正式には筑豊本線という路線なのですが、ここ春田から途中の京線までは他の区間とは運行系統が異なるため、春田線という通称が付けられています。春田線の説明をしている間に鹿児島本線の下り方面の列車が入ってきました。鹿児島本線の列車は速いし、編成も長いですね。こちらが0番乗り場の駅名表。隣の駅が筑前山へと書かれていますね。さあ、遠くの方からゆっくりと列車の明かりが近づいてきました。やってきたのは気動車です。春田線は鹿児島本線とは違い、非電化の路線です。今日初の1両編成。短くてかわいい。早速列車に乗車。運賃表示器は液晶で近代的。古めかしい車内からはちょっと浮いています。そして運賃箱に整理券発行機です。列車の扉が閉まりました。列車は春田を発車。本日は JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は全線九州ワンマン列車です。旅はいよいよ筑豊本線に突入します。まずは通称春田線と呼ばれる春田から京線の間を攻略します。進行方向左手には鹿児島本線の線路が、そして分岐していきます。
鹿児島本線の原田より北は後で攻略します。さて、1両編成で発車した原田線の列車ですが、他の利用者は途中の駅で降りてしまい、終点の京線に着く頃には私と運転士さんだけとなっていました。原田線沿線は人家も少なく真っ暗です。そして列車は長いトンネル区間に突入しました。トンネルを抜けてしばらくすると列車は謎の減速。一体何があったんだ？事情を伺おうにも全面展望が見れないから前は見えないし、他の人は誰もいない。何もわからない状態が続くのは怖い。怖いよ。誰か助けて。いや、いざとなったら運転手さんがいるんですけどね。結局何もわからないまま筑前内野に到着。停車時間はわずか10秒。遅れているから仕方ないですね。次の停車駅は上穂台です。列車に揺られること数分、進行方向左側から線路が合流してきました。こちらは篠栗線の線路です。列車は間もなく終点の京線に到着。これで原田線は攻略完了です。乗ってきた列車は直方方面へと回送していきました。はい、京線に到着です。原田線を通って無事、4分ぐらい遅れたのかな。でその影響もあって、急げと、せかされて降ろされまして、今クソ寒いこのホームのところに立ってます。いや寒い。待合室みたいなのないかな。うわ、やばい。寒いっすわ。いやなんかさ、畑見たらさ、雪みたいなのがさあったんだよね。まだ雪が残ってんのかな、ここ。気のせいだったらいいけど、うわ、寒すぎてちょっとこれはやばいっすね。はい、とりあえず次の電車を待ちたいと思います。ということで待合室を探しましたが、そんなものは見当たらず、まともに風をしのげそうなところもなく、ただひたすら待ち。今見えている列車は直方方面の列車。乗りたい。でも乗れない。はい、寒すぎるんでちょっと少しでも風が弱い、橋上の橋の上に来ました。さあ、ちょっとは風弱くなったかな。さっきここの階段上がった時よりかは増しそうな感じがするんですが、あまりにも寒いのでちょっとね、上着を1枚重ねてきて、しかも今手袋しながら撮影してます。さあ、京線から次の電車をまだあと5分以上待たないといけないので、頑張って待ちたいと思います。さあ、寒さに耐えて20分。ようやく目的の列車がやってきました。次の攻略路線は篠栗線です。博多方面に向かいます。京線22時27分発、普通博多行きです。扉が開いて列車の中へ。暖かい。生き返る。さあ、さっき乗ってきた原田線と分かれます。さらば原田線。木戸南蔵院前。長い駅名ですね。山を越えて長者原に到着。貸し線に乗り換え可能ですが下車しません。このまま乗り続けます。博多に近づくと街の明かりが増えます。暗くて分かりにくいですが、進行方向右手側で鹿児島本線と合流しました。
列車は無事吉塚に到着。これで篠栗線の攻略は完了です。そして終点博多に到着です。駅名表に大きく書かれたはかたの3文字。23時の深夜についに九州の中心地博多に到着しました。さあせっかくの博多に到着しましたが、同じ列車ですぐに戻ります。博多23時24分発の普通能形行きです。福岡豊線経由各駅停車能形行きです。なお途中黒丸駅には止まりません。ご注意ください。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。列車は博多を発車。篠栗線の終点京線を目指します。こちら乗り込んだ車内の様子です。今日一番の混雑でした。また山を越えて京線に戻ってきました。まだ乗り続けます。ここからがこの列車で乗り潰す区間になります。列車は1日目の目的地新飯塚に到着しました。この電車は能形行きですが、今日はここで終了です。お世話になった列車をお見送り。ここまでありがとうございました。はい、新飯塚に到着いたしました。さあ2日目に向けて英気を養うべくホテルに向かいたいと思います。はい、もう、明日もね朝すごく早いので、動画はここに終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日起きれたら2日目スタートしていきたいと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。